ご視聴ありがとうございます。今回は、とある路面電車の終点に迫ります。静かな停留場に潜む設備と、停留場と路線に押し寄せる変化に注目です。ご紹介するのが、大阪府内に路線を有する、阪海電気軌道の終点、浜寺駅前停留場です。場所によっては道路の真ん中を走り、途中には併用軌道もあるこの路線ですが、終点に近づくにつれて車窓は穏やかになり、雰囲気が変わります。天王寺駅前からおよそ50分、終点の浜寺駅前の近くには南海本線の浜寺公園駅があります。その変わった構造と設備を取り上げたこちらの動画、今回の内容にも関わってきますので、概要欄から見てくださいね。正面には年季の入った看板があるこの停留場、阪海電気の線路は複線ですが、停留場の直前で単線になり、ホームは一つ、線路も一本という、こじんまりした形態です。停車しているのが主力車両の701型。87年に登場した車両で、阪海電気では当時24年ぶりの新車であるとともに主力車両となっています。車内にはまだ人がいません。列車は日中12分間隔で、そのうち毎時1本は低床式車両での運転。停車時間がそこそこある列車もあり、この間に窓の掃除も行われます。ホースではなくひしゃくで水をかけるところに、ローカル感が溢れます。ホームの屋根からぶら下がる正体不明のランプ、役目をご存知の方はコメント欄にどうぞ。人気がほとんどありませんが、ここは終日無人ではなく、平日10時から13時と14時から19時までは、窓口も開いています。昔ながらの設備とのんびりした雰囲気が残るこの停留場、少し先へと向かいます。レールの周りは石畳で覆われ、踏切部分も同じ。この辺りは専用軌道と呼ばれ、道路からは分離されているものの、路面電車感が全開です。また、正面の信号機はただのライトではなく、赤信号の時は赤い×が出るタイプ。その下のポイントは、バネの力で一方向に固定された、スプリングポイントと呼ばれるものです。手前から進んだ車両は常に左の線路に入っていき、逆に奥から来た車両は車輪でポイントのレールを押し広げて停留場に入ってきます。次の停留場までの距離は 1.2 キロ。これは阪海電気最長で、次の 0.7 キロに大差をつけています。かつてはもう一つの停留場、街道端停留場があったのですが、1944年に姿を消しており、今日まで復活していません。ただしホームの土台は今でもしっかり残っており、平成に入ってからは補強工事も行われています。12年に導入された駅ナンバリングでは、隣との間の番号が1個飛ばされており、停留場の復活が画策されている説もあります。停留場から少し離れた場所で、唐突に軌道横のフェンスが途切れます。道路が軌道に張り出しているように見えるこの場所、軌道ギリギリまでブロックが敷き詰められ、その手前には停止位置目印のバーがあります。実は浜寺駅前では、乗降を先ほどのホームでまとめて行っているとは限らず、手前で降車客を降ろして待機し、発車する列車が出てから奥に乗り付けることがあるのです。これ自体は他の都市の路面電車でも見られる仕組みですが、ここには屋根もなく、初めて降りたら戸惑いそうな立地です。起点の天王寺駅前では乗車用と降車用ホームが分離され、どちらも同じように綺麗なのとは対照的です。2013年に登場した低床式車両、1001型が到着です。先ほどの時刻表にもあった車両で、全長 16.3 メートルと他の車両より大型なため、最後尾の車両が後ろにはみ出しています。先頭の出口の位置さえ合えば問題ないので、これでも良いようです。ちなみに車内がこちら、発車まで時間があるのでガラガラです。この車両は、堺市による阪海線活性化支援策の一環として、市と国の補助で導入されたもの。全部で3編成が導入され、それぞれ異なるカラーリングで活躍中です。堺の文字が謎の存在感を放つこの車両、地上設備とのミスマッチがたまらないですね。この先、向かって左側には信号機があり、これが赤の時には待機する必要があります。運転間隔も割と開いているこの区間ですが、天王寺駅前行きが発車してほどなく、乗車用ホームに対向列車が乗り付けていきます。乗客を待たせないようにするためでしょうか、のんびりした雰囲気の割に、運転動作は機敏です。そしてこの停留場には、もう一癖あります。道路にある、何かを埋めた丸い跡。この跡はマンホールの向こうまで続いており、
その先ではフェンスが途切れた場所がもう一つあります。そう、降車専用ホームは1箇所ではなく2箇所あるのです。作り自体は基本的に同じで、停止位置目印の赤いバーも同じ。反対側から見た時の簡素な作りもそっくりです。乗車用ホームに近い方には信号確認の標識があり、1の番号が振られ、乗車用ホームから遠いこちら側は2となっています。そして注目すべきは、先ほど映っていた架線を支える柱の部分。他の柱は右側が道路のさらに右まであるのに対し、この部分だけは道路の左側、軌道のすぐ横にあり、近づいてみると作りが明らかに違います。この部分は後から付け替えたもので、上にある斜めの部材が左右対称でないことから、かつては他と同じように右側に張り出していたのがわかります。アップで見ると、斜めの部材がついていた跡がわかりますね。そしてこの構造の理由が、道路の向かい側にあるこれ。少なくとも2016年11月頃まではここに建物があり、河川中も他と同じような位置にあったのですが、その後駐車場を作るにあたり、車の出入りに支障が出ることから、場所を変えたようです。かつては車と接触しないよう、道路上にフェンスもあったようですが、こちらは河川中が移動されるよりも前に撤去されています。車の通行をスムーズにするのが目的のようですが、利用するときには注意が必要です。そしてこれよりはるかに大きな変化が、この停留場に押し寄せています。この周辺で並走する南海本線では今、連続立体化事業が進められています。対象範囲は長さおよそ 2.7 キロで、事業費は423億円。完成予定は2028年3月末で、7カ所の踏切をなくす計画です。現在、線路の仮線への移設などが進んでいます。今は地上を走る南海本線を阪海電気が高架で乗り越えていますが、南海本線の高架化に合わせて阪海電気の軌道を南海本線の東側に移設し、立体交差をなくすことが計画されています。今の浜寺駅前は、南海の浜寺公園駅から微妙に離れていますが、軌道の移設に合わせて両駅を近くし、利便性を向上させる計画です。そして用地の関係上、移設対象の軌道は単線となる見込みです。工事期間中は臨時列車を走らせるのは難しくなりそうですが、停留場の手前に対比線を設けることで通常のダイヤへの影響を抑え、最終的には停留場部分は軌道を2本にすることで、ダイヤはおおむね維持できる予定です。これに伴い、かつての街道端停留場の跡地は失われる予定です。浜寺駅前と隣の停留場の距離は他より長いままですが、ここに停留場が作られるのかは明言されていません。なお、12年に駅ナンバリングが導入された際、同じく欠番となっていた HN27 は、15年2月開業の石月田停留場に割り当てられ、欠番はここだけになっています。小さな停留場に潜む見どころと、迫る大きな変化。大阪の中心からも割と行きやすい場所なので、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。